30年やったんですけど、父の作るパンの美味しさ、すごさを知ってるんで、これだけは残したいなと思って。私本当にこれ美味しいんです。パンが好きというよりかオーゲルが好き。袋だけでね。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんにちは。すいません、ありがとうございます。この机と全然座ってもらって。わかりました、ありがとうございます。シナモンロールとモントリオ、これが最初に2つ目。入れてた四角い型の、これが四角いキューブ状のクロワッサン作ってるんですけど、それのお芋バージョンを一種類で、これ焼き物です。カスタード作ります。このカスタードは結構試行錯誤してこだわってやっと最近大丈夫やなっていうのが言うようになって、これは卵黄だけじゃなくて卵黄とプラス 5% ぐらい卵白入れて、あとはお砂糖もきび糖とそこに 5% ぐらいグラニュー糖、きび糖だけやとちょっと甘みが優しすぎるし、グラニュー糖だけやと強すぎるしみたいな、そのちょうどいい配合がいろいろ探して見つかって今のカスタードになってます。
れが大元のメインのカスタードなんですけど、仕上げで生クリームを入れて、これで滑らかにします。レモンすごい香りですね。フレッシュのレモンを皮絞って入れたら結構香りがいい香りが。こちらが発酵室。はい。おお。よいしょ。この生地の分割が、生地たちの分割が始まると一気に慌ただしくなるんですけど、もしかすると早くなってることがあるんで、それでちょっと最初は余裕持ってきてるっていう。天然酵母というか、そのイーストを使ってない分なんで、ゆっくりじっくり発酵させる分、見極めが製菓の学校に行ってたわけではなくて、ただ自分が生まれた頃にはお店はあったんで、それこそ中学生ぐらいから、なんか手伝ってましたね。細かい仕込みだったりとかは自分でメニュー考えるとかっていうのは全く行ってなかったんで、本格的にパン作りを始めたのはこのお店に来た、1年かかんぐらい前です。なんで自分はまだ修行期間中やと思ってるんでまだまだ結構日々いろんな新しい発見があったり、壁に見つかったりとかあるんですけど。
これアンパンなんですけど、ちょっとうちのアンパンが変わってて、自分の知識不足で小倉っていうその菓子パンとかに使うようなあんこじゃなくて、おぜんざい用のゆで小豆っていうのを買っちゃって、でその間違いに気づかんまま使ってみたら、すごく粘度が緩くて美味しくて、とろっとしたあんこで、それ以来そのあんこではなくてゆで小豆っていうのを、でそのままだと粘度が低くて包めないんで、一度も凍らせて、でそれを包みます。手間はかかるんですけど美味しくて。これゆらめの生地です。グラタンソース。これも火入れをすると溶けるチョコレートを使ってるんで、それで凍らせてます。
はレモンの蜂蜜漬け。食パンは今日4種類作るんですけど、これはイラムの食パンで、最初焼成前の3分ぐらいオーブンの蓋を開けた状態で火を入れて熱い皮を作ります。おはようございます。よろしくお願いいたしよろします。くお願いします。おはよう。おはよクリームパン以外まだあったかいと。う。オッケー。これはお米と麹の酵母ですね。これがいつも朝の日課という。
いしょ。下の人にはお昼前ぐらいからステーションの天然酵母っていう言葉は出てきたのがちょうど30年ぐらい前なんですよ。世の中がこう健康志向で言われ始めてた頃ですかね。その時亡くなった父親も一緒になって2人で研究みたいなことやってでも1年半か2年後ぐらいにはお店出してましたね。すべてのパンに酵母入ってるんですか？はい、もうそれは酵母、そうですね、その天然酵母というか麹の酵母だけで発酵させてて、イーストは使ってない。今日は移動販売で外売りがあって、池田の駅前で売ります。移動販売がある時とない時で製造量は結構変わるんですけど、今日はある日なんでまあまあ作る方。種類は40ちょい作ります。移動販売で持っていくのを袋入れて。移動販売は何時からですか？11時から池田の駅前ですね。阪急池田駅の。見て食べないですか？こちらのお店はもう創業して何年95年からなんで約30年か29年目ぐらいかな今で。1995年からやってます。完全に一人でやるようになったのは、この数ヶ月前だと。親が言うのもあれですけど、いいセンスしてると思うんで10年後どんな店になってるかほんま楽しみです。僕が生まれた頃にはできてたんちゃうかなと思うんですけどね。なんか小学生とか中学生ぐらいの時になんか手伝ってた記憶はあるんですけどね。中学生の頃には確実に一緒にこうやってパンの丸めやってました。小さい頃からお手伝いっていう形ですか？そうですね。もう本当に半分遊び感覚っていうか。カレー温めるの？あ、美味しそう。こちらはちょっと借りるこうたまになんか朝夜中からしてるんで、スタッフの皆様にも僕もちょっと朝ご飯代わりに入れなかった。いらんかったいらんかった。いやでもなんかちょっとあれやし
かったら手つきがあれたらどうぞ。いやもうこのそれも全然パンと関係ない。全然パンと。お母さんありがとうございます。もうなんかお手つきあるかも。全然お手が過ぎたらもうそんな夜中からずっとしてくれたのに。めちゃくちゃ美味しそうです。いやもう。何ですか？創業当時からずっと変わらず焼いてるパンってこれ30年焼き続けてて、これだけはなんとなく残したいなって思ってずっとパンなんで。アーモンドを砕いたやつ。4等分でいいの？だからこのサンドイッチになります。イチジクのパンにバター挟んで、こっちがあんこでこっちがクリームチーズの僕が何でもかんでもラムを入れたがるんですよ。でこのバターもラムが効いてて美味しいです。
お日替わりなんですけど、今日はマッシュルームとしいたけとブロッコリーをペペロンチーノ風に。これはパルメザンチーズと黒胡椒。キッシュだけこれ前に並べたらいきます。お願いします。駅前と、あと串尾のバードヒルっていう大きな大型マンションあるんです。そこと3カ所行けた。この3カ所で。それ以外は老人ホームとか行ってます。はい、今日は正規の、はい、駅前販売。売り場ほんま置いといて大丈夫。豆パンとかある？豆パンあるで。今焼いてるか。最後に1個残ってるパンがあって、それでメレンゲのクリーム作ります。チーズのクリームに
できたメレンゲを合わせて、まあ、ムースみたいな簡単なムースみたいなのを作ります。お酒でブランデー、コーヒーのブランド。メレンゲでこれを合わせます。そうなんや。まあでもその人は多分ちょっと腰痛くて来れない。もう入れた3つ。取り合い。いや。よくこんなちっちゃいのするメガネの見えへん。一押し。一押しはい、この後。クロワッサンですか。はい。ティッシュまだ。取らないから。蜂蜜レモンですね。でも全然来ていただいたんでありがたい。ありがとうございます。ここにクリームが入ってても美味しいです。お芋と。美味しいですもんね。美味しい。アイスカフェオレ。アイスカフェオレで。はい、これ食べます。アイスカフェオレお願いしていいですか。アイスカフェオレ。ありがとうございます。ますので、お席でお待ちください。私持ってきます。すみません。ありがとうございます。もう乗れへんから。クリームが。あ、クリーム。はい、ピスタチオクリーム。いつも3頭例ぐらい買います。みんなボクシングジムの選手です。写真がある。私の選手見てた。一日僕10個ぐらい食べますから一人で。美味しいから。もう若いんでびっくりしました。あ、そうなんですか。
ちらですね。長くなっております。すみません、非常に。たくさん応援もしていただいてて、毎回食べるために本当感動するぐらい美味しいんで、今日も楽しみに来ました。いやもうとにかく優しいです。その優しさがもうパンにも出てるのかなって。でパパとママと息子さんももうすごくいつも優しくて大好きで、これからもよろしくお願いします。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。私と家内と、息子もお店で応援してるプロボクサーなんですけど、一応スポンサーになって丸田ひなた選手、日本チャンピオン。体力つけるために自分がジムに行き出して、そこのジムの所属ボクサーですっごくいい子なんで、大ファンになって応援してます。こちらで、はい、ありがとうございます。800円。本店の情報を流してますので、はい、お願いします。お店の方はまだ行ったことないんですけど、こちらで出店してるっていうのを見て、ちょっと気になってたので来させてもらいました。小倉食パンとあと塩パン気になったので、それも買わせてもらいました。またこちらに来たりお店も行かせていただこうと思います。こうね、出張されてるんで、いつも来るっていうの貼ってくれてはるから、火曜日とか金曜日とかあんこの入った小さいなんていうのかな、トーストと、あとエピってやつね、これよく買ってます。美味しいですよ。もう11時から販売ってもういつも並んでるんですよね。もうそれぐらいみんな楽しみにしてるパン屋さんなんですよ、ほんまに。でいろんな今ね、達也君が新しいパンを作ってくれてて、それも楽しみなので、これからも、どんどん新しい美味しいパンを、作り続けてください。このパンが美味しいですよ。ちょっと気に入っちゃってこれだけ買いに来てるようなもんなんですけど。何でも美味しいんですけど、
天然酵母だから体に優しいパンですって言われたんで、体にいいんかなと思って買ってきたんです。今度ゴーグルさん宣伝しとくわ。ありがとうございます。エンドウと小豆とでパン粉のパン3種類。真ん中にいっぱいねビーズのように並んだの。あれ綺麗しね美味しかった。あれいただいたのが。ありがとうございます。どうも。ひたすら今はパン作るのが楽しくて、今1年弱ぐらいなんですけど、はい、ようやくなんかいろいろ深い部分を分かってきたというか、まだまだなんですけど、なんか感覚がちょっとずつ養われてきてて、それが楽しい。きっとまた次の段階で父の守ってきたお店を自分がどう引き続き守り続けるのかっていう、なんかもっと経営的な部分で課題にぶつかるとは思うんですけど、一旦今まだ楽しい段階。すごい忍耐強い人だなと思います。毎日やってきてるこの長時間労働をもう数十年とやってきてるわけで、特に家庭で弱みを見せたりするようなこともなかったので、いざ入ってみてからこんなしんどかったんやなって気づくっていうまあそれを思うと偉大ですかね。まだまだですね、自分は。なるほど。すぐなくなっちゃったから。お米についた酵母と、米麹落とした酵母。中種。レーズン酵母の中種、これを入れることでパンの発酵を早めてくれて、あそこに並んでるあれ今液種を取り出してるんですけどね。お店はもう最初からお二人で。薬局だけになった時もあります。薬剤師だけの仕事になった時も。これ上げ温度が24で、これはちょうど良かったので、あとはこの発酵室の温度を変えて、明日作業する時間が決まるんですよね。オーデルさんのパンはイースト不使用。全く使わないです。イーストはもう仕入れてもないです。体に優しい食作りみたいなのが最初の、自分が薬局で働いてたっていうこともあるのかな。それが最初きっかけです。閉めます。息子が1年前に戻ってくるっていうか、継ぐって言わなかったらもう今閉めてるかもしれないですね。でも息子が戻ってくるって言って、なんかこっちの方もちょっとヒートアップじゃないけど気持ちが盛り上がってね、じゃあやろうかって感じで本格的にやり始めて1年ですけど、僕と息子と最初はすごく衝突もしましたけど、もう結構ありました私もちょっと辛い時もあったけど、やっぱり考え方はやっぱり今でも違います。やっぱり一緒にやるとちょっと衝突すること多分出てくると、今後もこれからも出てくると思うけど、そのパンを作るセンスであったり緻密なその計算というか先を考えた仕事をしてるんですよ。だからそれは
10年後とか20年後にこのパン屋さんがどういうふうに生まれ変わるかをすごく楽しみにそこまで生きてて店がどう変わるかを見たいっていう気持ちの方が今大きくなってますかね。いらっしゃいませ。こんにちは。大きいどれママの山積みで山盛りで美味しいですよここは。年の終わりには頑張っていただいてますんで。いいえ。本当にもうすいません。ありがとうございます。すいません。また今後ともよろしくです。どうもありがとうございます。私薬局経営してるんですけど、お勤めしていただいてるんです。今はもう息子さんが一生懸命頑張っておられてるんで、若い方ですし、息子さんもこれからやっていこうと思って、なんかこうバイタリティあふれるなんか感じられるんで、ぜひ皆さん来ていただいたらと思うんで、宣伝になってますけど、本当美味しいんで来てください。はい、お願いします。はい。はい。今回はいろいろとありがとうございました。プレゼント渡しておきましたら、ほんならもうお返しいただいてます。なんかもうプレゼント。達也さんの。そうです。このプライスも書いていただいて。そうなんですか。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。勧めていただいたやつをほとんどそのまま、はい、いちじくのパンとかですね。はい。はい。あとこれが何やったマリトッツォやった。これマリトッツォやった。何やった。そう。でそうキッシュとね。息子ちゃんがだからものすごくちっちゃい時からもうずっと一緒にご飯食べたりしてたんで、その子がねやっぱ頑張ってるって聞いたんで来させてもらったんですけど、もうパパさんもね本当にいい方ですし。奥さんも頑張り屋さんでいつも感じいいですしね、息子ちゃんももう帰ってきてもういきなり頑張ってますしね、もう家族で頑張ってはるんで、僕らも頑張らんだなっていう感じです。はい、自分で頑張って。頑張ってんねんな。頑張ってんな。そうやな。でもなんとなくそうやなって。この地元の皆様に愛されて。なんとか成り立ってるお店で本当に支えられてるなっていうのは日々実感してます。もうここもなんですけど、移動販売先ももうそれこそ常連さんばっかりで、美味しいパンで少しでもお返しできればなっていうだけですかね。たくさんありがとうございます。
もう今日は終わりで、近々改装を考えてるっていうのがあって、その準備に今は午後から動いてる感じですね。本当にありがとうございました。ありがとうございました。もう私は息子に委ねたんで、息子が思うような店にしてくれたので、本当に10年後、20年後、この店がどんな店に生まれ変わってるかっていうのを生きてこの目で見たいなっていう思ってます。この父が作るパンには、そこをはかとなく、なんていうんですかね、そのゆるっとした優しさみたいなのがあって、全てにそこだけは守るっていうのは決めてます。すごい抽象的な表現ではあるんですけど、すごい優しいパンがうちには今揃ってて、それをパワーアップして大きくしていい店にしようかなと思ってます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。10個ぐらい。10個持ってくる？はい、いいですか、これがトマトの生地です。生地ですね。
れはさっきのトマト生地をベースにキューブのチーズとあと味噌サバを練り込んだ生地です。味噌そば。味噌サバ、はい。完全な思いつきなんですけど、食べてみたら、めちゃくちゃ美味しくて。ちょっとパニックになってきました。うちのパンが酵母が米由来の麹の酵母なんですよ。お米と麹、っていうのもあって、こういうその、和風っていうかお米が合うような具材が結構あったりするんです。さっきのサバもそれから来てたりします。よいしょ。
返ししないね。うん。いや、時間に追われるからね。このままやるか。今日だけは手伝うわ言って手伝っていい。全部一人でやろうと思ったら自分がバカでした。全然手伝ってもらわな。一人でいけるいける言ってたんですけど甘えちゃいました。オープンでだけ。じゃあもうこれがね。めちゃめちゃ美味しいです。そんななんか。大根が入ってない。大根なしで。
これ甘いキッシュです。甘い香りします。これ角切りにしたパプラ。エアコン切って。ブルスケッタ。パテドカンパーニュですね。上はバルサミコこれ乗ってます。ちょっとね、ケース変えたから形がめっちゃ可愛い。雑菌とか嫌な菌が入っても嫌だし、まあそういうちょっとデリケートな部分もあるんで、もうこの部屋で工房を作る。これが一応出来上がってる元種、麹の元種なんです。ブクブク言ってるでしょ。お米と、米麹で作った、いわゆるこれは酒種って言われる、一般的に言われてるやつ。これがね、小麦種の、スターターにまだ近い、これ7日目の、これが元ですね、スタート。小麦と水以外何も入れてないです。期間で言ったら3週間から1ヶ月ぐらいかけてできたやつと、こちらの、言ったらミックスです。でこれがこの酒種のスタートから3日目っていうのは足すんですね。ご飯と米麹を足すんですけど、その作業を1日1回5日間したらこの
酒種の元種が出来上がる。だからこれがまあうちのパンのもう全ての基本というか元ですけど、これプラスこの小麦から取った酵母とのミックスみたいな感じです。これはちょっと噴火するかもしれない。あ、噴火したやっぱり。噴火した。元気良すぎましたね。まだ4日目5日目とあと2回継ぎ足ししてするからもっと発酵してきます。でももう3日目でこんだけいっちゃったからもうこれでもう使えるぐらいですよね。これと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 これ3つ、これでこれ足して28度で3日間ずっと28度で発酵さす。これが生麹っていうやつ。レーズンバニラ。もうほぼ使えるんですけど、こっちがまだ3日目ぐらいなんでまだまだ。やばすぎます。中ちょっと黒糖ときな粉を使ってで中はあんこと、作った牛皮お餅みたいな。このフィナンシェも酵母で発酵させてるんです。ほんまにもう助かりました父母いやもう絶対もう舐めてました。で最初ちょっと息がっていや一人でやるみたいな一人でやるみたいなこと言ってたんですけど、まあ、いざ来ていただいてちょくちょく泣きそうでしたもんねほんまにありがたいなと思って見てないですけどちょっとまだまだ動くんでどうぞ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせしまして。すみません。こればっかり買うの。本当にこれ美味しいんです。買おうとしてる。あ、すいません。あ、
ちょっと聞いてみましょうか。ね、ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱり以前とはちょっと違う。あ、見たことないやつとかもいっぱいあります。はい。めっちゃ豪華。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これ食べた。なんかこんなん買って美味しそうでした。天然酵母でね、なんか匂いが良くてサクサクしててね、食パンとかすごい好きです。店員さんとかもね、いつも優しくてね、なんかいつも入りやすいので。2週目もう乗り切らなくて、乗り切らなくて家族にもいっぱい買ってきて言われて、でおばあちゃんにも買っていこう。パンが好きというよりかはオーゲルが好き。パンも好き。初めて。ほんまにこんな買ったのは初めて。テンション上がりすぎて。もちろんほんま1ヶ月半ずっと待ちわびてて、これだけを楽しみにしてるの。いやほんまにそれくらいもうリニューアルオープンめっちゃ楽しみにしてたんで。もう新しいパンもこれあって。あって知ってますか？すごい。ネギ味噌の和風のパンで今まで見たことなかったんでめっちゃ食べるの楽しみです。美味しそうやなと思ったんですけど。惣菜パンもね、コーゲル美味しいのいっぱいあるから、これも見たことなかったから、初めてこれ見ましたね。買ってみました。パンも美味しいんですけど、具がもうめっちゃ美味しいんですよ。ね。いつもが取りやすい量やしね。何のパン食べるんですか？これ。これ？うん。これ食べたかった。可愛い。食べれなかった。お待たせしました。はい、かしこまりました。支払います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。めっちゃ多いですけど。わかりました。焼いた時にやっぱり周りカリッと中ふわっとなる。ふわっと美味しい。25年は付き合いがあるので、いつから買ってるって言われても分からへんね。ここより生地の美味しい食パン食べたことないよね。こんなにパン自身に香りがあるけどないから、結局やっぱりここの食パンがいいよねってなるのかな。なんかね、生地が美味しいよね。それはもう私が揚げた人みんなで生地が美味しいって。これ新作ですね。結構周りハードでオレンジきてて美味しいです。袋だけですね。会計一緒で。明太子のパンをいただいてます。まあ、パンももちろんすごいめちゃくちゃ美味しいんですけど、このフォーゲルさんの皆さんのその笑顔というか素敵やな、店の雰囲気が、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ボクシングジム仲間です。お父様も。はい。会員さんで、はい。メンバーさんです。自然にパン買うし、ここに来たら藤岡さんいらっしゃるし、なんか落ち着きます自分が。ね、美味しいですねやっぱりね。すごい明るくね、なってすごいいいですね。
表も看板変わってね明るくなりました。藤岡さんともお話ししますけど、もう息子さんにお任せしたらうまくいくんじゃないですかって、はい、思って伝えてます。はい。明日のその準備っていうのがあるので、昨日のそれこそ朝一からずっと動いて寝れずにこの状態なんで、当然多分今日もね明日の準備できるのが今日は夕方からぐらいになると思うんで、お休みはいただいたのはもう1ヶ月ぐらいなんですけど、いいのか悪いのか、その木切ったり縫ったりとか変なところにちょっとこだわっちゃって、そっちに時間使いすぎたのも正直あるんで、十分準備して動いたつもりではいたんですけどね、まだでした。けど今日初日なんで、もちろん今日来ていただいている方、お客様にはね、もう当然全力でというか誠心誠意向き合わせていただいて、特に明日から同じような悔しい思いせんように体フルで動かそうかなとは思いますけど。何時間寝てないんやろねまあでもね、オープンはみんな寝ないんですよもうパパはもう全然寝ない時は寝てなかったですね。助かってるの助かってるお母さんとずっと楽しそうに、面と向かって言えないですけど、もう精神的にめっちゃ助けられてて、ほんまに今もう全然自分が元気なんもあんな感じやからせお金がもう助かってます。ありがとうございます。ありがとうございます。ハンモグ物語をずっと見てて、天然工房ってやってるのを見て、いやここ行きたいって思って、すごく美味しかったんですよ。もう本当に待ち遠しかったですね、1ヶ月半で、はい。ね、息子さんが次はるというか、そういうのも見て、家族でね一致団結してなんか天然工房を守ってるっていうのがもう本当感動しました。よかったです。この番組を見れて本当にいい出会いがありました。はい花だらけですね。すごいですね。嬉しいですね。今日一応こんだけね途切れなく来ていただいてるんで、ちょっとホッとしてます。このやりたいお店っていうのが自分が作ったもんが全部並んでるっていう、そういうワンオペの
お店を目標にしてやってるから体が心配かな、ある程度やっぱりもう自分にこうセーブかけへんととことんいっちゃう性格だからそれはちょっと心配なんですけど、今日はとりあえずホッとしてます僕は今まで30年かけてやってきて、この先30年彼が息子がやってくれたら60年もう老舗と言われる太陽さんになると思うんで、その頃にぜひそこまで続けてほしいなって思います。体壊さず、僕は僕で酵母作り頑張ってやるんで、はい、でいいもん作って彼に提供してっていう感じで、お互いのそれぞれ目的を持ってねがあって、ちょっとこう違う方向で2人で切磋琢磨してやっていきたいと思ってます。あんなにパリッパリ作るようになったから、もうすごいです。尊敬する。はい、達也物語です。始まります。いらっしゃいませ。こんにちは。うちのパン、昔から食べてるわけで、美味しいんですね。美味しいと思ってるんですよ。でもそんな中で、売り上げ伸び悩んだりとか、経営があんまうまくいってない時期とかも、あったりして、がゆえに薬剤師外で父は働きに行ったりとか、店の経営状態自体は順風満帆ではない30年やったんですけど、僕が一番、父の作るパンの、美味しさ、すごさを知ってるんで、若いなりに伝える方法あると思うんですよ。若いからこそできる、父にはできんこととか技術面じゃなくて、だからなんで、伝えたいっていうのがでかいですかね。ちゃんとうまいんだねっていうのは。どうだ